皆さんこんばんは。レートナイトジャパニーズチャット始まります。みさきとのぞみでゆるーくお届けするポッドキャストです。こんばんは、のぞみです。今日もよろしくお願いします。のぞみ、今日のお昼ご飯どこで食べたい？どこでもいい。じゃあ何食べたい？何でもいい。じゃあ誰と食べたい？誰でもいい。全部でもいいで終わった。これが今日のテーマ。そう、今日のテーマは何でもいいの罠です。正確には何でもいい、どこでもいい、誰でもいい、どっちでもいい、いわゆるでもいい系の表現を全部解説します。なるほど、まとめて解説するんだね。そうそう、これ日本語学習してる人にとって本当に難しい表現だと思うんだよね。確かに言葉通りに受け取ったら誤解することが多いよね。日本人でも何でもいいって言ったじゃんってなること絶対あるよね。あるある、もう日常の悩みの一つだよね。というわけで今日はこのでもいいシリーズしっかり掘り下げていきます。楽しみ。では早速行きましょう。まず日本語の日常会話に何でもいいってどのくらい出てくるか考えてみたんだけど、めちゃくちゃ出てくるよ。食べるものとか行く場所とか、もう毎日のように聞く気がする。例えば今日の夜ご飯何がいい？何でもいい。週末どこ行く？どこでもいい。この仕事 A さんと B さんどっちに頼もうか？誰でもいい。お茶にする？コーヒーにする？どっちでもいい。そう、全部同じパターンだよね。聞かれたことに対してでもいいで返す。日本語ってこのパターン本当に多い。のぞみはよく言う方？言うかも。特に自分がどっちでも本当に大丈夫な時は使うけど、あとは相手に気を使ってる時かな。どういう場面で気を使う感じ？例えば友達がすでに行きたいお店ありそうな雰囲気の時、何でもいいよっていうことで相手の希望を優先してあげられるじゃん。いわゆる相手に合わせてあげてる感じね。そう。日本人ってそういう場面で自分の希望をぐいぐい言うのが少し苦手な人が多い気がする。それはすごくわかる。私これがいいって強く言いにくい文化がある。足つけてるみたいに思われたくないというか。でもそれって聞いた側からするとちょっと困るんだよね。決めてほしいから聞いてるのにってなる。確かに、どこでもいいよ、何でもいいよと両方が言い続けたら永遠に決まらない。何でもいい、どこでもいいの無限ループ。あれ本当に終わらないんだよ。結局お互い疲れて、じゃあ近くのコンビニでいっかみたいになる。あるある。最後はコンビニで落ち着くパターン。じゃあそもそもなんで何でもいいって言うんだろう。心理的な背景を考えてみたい。一番大きいのはやっぱり遠慮だと思う。自分の希望を言うことで相手に負担をかけたくないっていう。私がこれがいいって言ったら相手は気を使って合わせてくれるんじゃないかみたいな不安があるよね。そうそう。特に相手が目上の人だったり、あまり親しくない相手だと、自分の希望を言うのは失礼かもってなる。謙遜の文化というか自分を下に置く感じ。あともう一個あると思うんだけど、こだわりがない人に見られたいっていうのもある気がする。こだわりがない人？どういうイメージ？何でもいいですよ、私は合わせますっていう人って柔軟で付き合いやすいイメージがあるじゃん。私わがままじゃないですよっていうアピールに近い感じ？そう。逆に絶対これがいい、あそこじゃないと嫌っていう人って少しめんどくさいイメージを持たれることもある。それは確かにあるかも。好き嫌いの多い人って思われたくない心理ね。だから何でもいいって言っておく方が無難に見えるっていう。でもそれって結果的に相手の負担を増やしてるよね。まさに何でもいいって言った方が楽そうに見えるけど、言われた側はじゃあどうしようって一人で全部決めなきゃいけない。気を使ってるつもりが逆効果になることもある。それに決めて提案したのに後からそこってなったら、決めた側はちょっとがっかりするよね。何でもいいって言ったじゃんってなる。そう、善意が空回りするパターン。難しいよね、人間関係って。でもここが今日の核心なんだけど、何でもいい、どこでもいいって言ってる人、本当は何でもよくないことが多いよね。それが罠。でしょ？何でもいいって言ったから、じゃあここにしようって決めたら、そこってなるやつ。あるある。ファストフードを提案したら微妙な顔をされるとか。何でもいいって言ったじゃんってなる。ファストフードは何でもの中に含まれていなかったらしい。想定外だったわけね。
何でもいいって言いつつ、心の中では、でもジャンクフードはちょっとな、でも遠いところは嫌だな、でも混んでるところは嫌だなっていくつかの条件がある。つまり、何でもいいは、ある程度の条件を満たしたものなら何でもいいっていう意味なわけだ。省略しすぎ。でもその条件を言葉にしないのが日本語的というか。察してもしい文化だよね。言わなくてもわかるでしょうっていう前提がある。でもこれって日本語を勉強してる人にはすごく難しいと思う。言葉通りに受け取ったら本当に何でも OK なんだってなるもん。そうだよね。他の言語だと I don't care とか Anything is fine って言ったら本当に何でもいいって意味だったりするし、日本語の何でもいいには裏があることが多い。完全に何でもいい場合ももちろんあるけどね。でも文脈を読む必要がある。その人との関係性とか声のトーンとか場の空気とかで判断する感じだよね。そういうところが日本語って面白いよね。同じ言葉でも全然意味が違う。だから日本語学習ってただ言葉を覚えるだけじゃなくて、その背景にある文化も知る必要があるよね。まさに今日みたいなエピソードが役に立つのはそこだよね。ここで改めてでもいいシリーズのバリエーションを整理しようか。いいね。何でもいい以外にもいろいろあるよね。まずどこでもいい。これは場所を聞かれた時に使う。何時どこ行く？どこでもいい。これも何でもいいと同じで、本当はどこでも OK じゃなくて条件がある場合が多い。どこでもいいと言ったのに遠い場所を提案したら、そんな遠いの？ってなるやつ。ある程度の距離とかジャンルとか心の中に基準がある。次は誰でもいい。これはちょっと状況が限られるかな。そうだね。例えば、この仕事誰に頼もうかって聞かれて、誰でもいいとか。それは職場あるある。誰でもいいですって言うとすごく丸投げ感があるよね。職場での誰でもいいは、どなたでも構いません、お任せしますっていう丁寧な意味になることが多い。でも本当に誰でもいいわけじゃなくて、この人は少し苦手だなって思ってても言えない場合もある。確かに誰でもいいですって言っておきながらその後で指名された人が苦手な人だった時の顔。そういう時は本音が顔に出るよね。じゃあどっちでもいい。これは二択を迫られた時に使うよね。 A と B どっちがいい？どっちでもいいみたいな。これが一番わかりやすい状況かもね。でもやっぱりどっちでもいいも本当は心の中でどちらかに傾いてることが多い。わかる。どっちでもいいよって言いながら、相手がじゃあ B でって言った時にちょっと残念な気持ちになるやつ。そう、それ A が良かったんじゃんって。どっちでもいいの中にも実は希望があった。まとめると、何でもいい、どこでもいい、誰でもいい、どっちでもいい、全部共通してるのは完全にフラットじゃない場合が多いってこと。表面上は選択肢を相手に委ねてるけど、心の中には何らかの基準や希望がある。日本語学習してる人にはこれを覚えておいてほしいな。じゃあ実際に何でもいい、どこでもいいって言われた時、どうしたらいいんだろう。一番効果的なのは選択肢を絞って2択か3択にすることだと思う。何でもいいの中から選ばせるんじゃなくて、具体的な候補を出して選ばせる。そう、ラーメンとパスタどっちの気分って聞くと、今日はパスタかなって出てくる。無限の選択肢から選ばせるより絞った方がはるかに答えやすい。それはいい方法だね。あとネガティブから聞くのも効果的だよね。何か食べたくないものある？どこか行きたくない場所ある？みたいな。嫌なものは言いやすいからそこから範囲を絞っていく。何でもいいって言ってた人も、でも辛いのは苦手かなとか、遠いところはちょっとって言いやすくなる。あとあえて極端な選択肢を出す作戦もあるよね。駅のホームのうどんでいいよね作戦。そう、何でもいいなら駅のホームのうどんでいいねって言うと、それはちょっとってなって本当の希望が出てくる。意地悪だけど効果的。何でもいいの仮面を剥がす作戦。あと、じゃあ私が決めるけど前もって教えておくねっていうのも手だよね。選択結果を事前報告する方法ね。私がここに決めたけどどうかなって確認を入れる。そうすると、何でもいいって言った人も提案を聞いてから、それはいいねとか、そこはちょっとって正直に言いやすくなる。サプライズにならないから後からってなりにくい。一番大事なのは、何でもいいを鵜呑みにして勝手に全部決めないこと。何かしら確認のプロセスを入れることだよね。まとめると、二択に絞る、ネガティブから聞く、事前報告する、この3つが対処法。
対処法を話したけど、今度は逆に何でもいいって言いそうになった時に使える代替表現を紹介したい。これ大事だよね。何でもいいよ使うなの話。そう。自分が何々でもいいって言いそうな時、ちょっと工夫するだけで相手への配慮になる。一番シンプルなのは、何でもいいけど一個だけ言うとって前置きする方法。いいね。どこでもいいけど、今日は歩きたい気分かなとか。何でもいいけど今日はあっさりしたものがいいなとか、誰でもいいけどできれば慣れてる人だと助かるとか。全部を決めなくていいから言いやすいし、一個ヒントがあるだけで相手はだいぶ決めやすくなる。あと、〇〇以外なら何でもいいって言い方も使いやすい。辛いもの以外なら何でもいい。遠い場所以外ならどこでもいい。みたいな。ネガティブから自分で言う番だね。そうそうそう。除外リストを先に出しておく。それがあるだけで相手はかなり絞りやすくなるよね。あと、任せるけど決めたら教えてねっていうのも大事。決定権は渡すけど事前報告を求める。そうすると突然ここねってなって実は全然知らないお店だったみたいなことが防げる。任せたんだけど一応どこか聞いてよかったってなるの避けられる。何でもいいを使いながらも少しだけ情報を加えることでお互いのコミュニケーションがスムーズになるよね。何でもいいは便利な言葉だけど、使い方次第で相手を楽にすることも困らせることもある。日本語って本当に言葉一つの使い方が大事だよね。では、今日のまとめです。今日は何でもいい、どこでもいい、誰でもいい、どっちでもいい、いわゆる何々でもいいシリーズを解説しました。まず一番大事なポイント。何々でもいいは必ずしも文字通りの意味ではない。多くの場合、心の中に条件や希望がある。言葉の裏にある遠慮の文化、察してほしい気持ち、そういった日本語特有の背景を理解することが大切。何々でもいいと言われたときは、二択に絞って提案する。ネガティブから聞く。何かが嫌なものはある？決めたら事前に報告する。この3つが効果的な対処法。そして自分が何々でもいいと言いそうな時は、でも一個だけ言うとってヒントを添える。〇〇以外なら何でもいいと除外リストを出す。どちらかの方法で相手をぐっと楽にしてあげられる。何々でもいいの裏にある気持ちがわかると、日本人との会話がぐっとスムーズになると思います。皆さんの国にも似たような表現はありますか？コメントで教えてください。そして皆さん自身は何でもいいをよく使いますか？それとも使われますか？ぜひコメント欄で教えてください。今日のレイトナイトジャパニーズチャット、ここまでです。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。